ここは都内にある風変わりな喫茶店、角芸喫茶ハメジュン。今週は屋根裏部屋からお届け。いやー、この夏暑かったっすよね。最近ちょっと秋っぽくなりましたけど、皆さん秋と言ったら何ですか？でもやっぱり私は最近虫の声が足りないと思って YouTube で虫の声を聞きながら読書をすることにハマってます。虫の声、秋と言ったらコーラとかなんかそういう感じ。そうですマスターは？いや、格ゲーのアップデの秋でしょ。アップデの秋初めて聞いた。夏が終わると大体その夏に発表されたアップデートが秋に入るんですよ。はい。新キャラとかね、バランス調整とか。いいな。いや、なんだ、僕ベタに味覚の秋っすね。食欲の秋っていうか、僕ね、梨とか好きなんですけど、こうラフランス好きなんですよねみたいなこと言ったら、潤くん洋梨だもんねって言われて、いやそうじゃねえだろって。なんでそこまで俺好きな食べ物でボケる必要ないじゃんってね。いらっしゃい。いらっしゃいませ。先日のトパンガリーグの優勝準優勝のお二人じゃないですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今宵のタイトルは世界中で大人気の 3D 対戦格闘ゲーム鉄拳7。先日開催されたトパンガリーグクロス鉄拳7シーズン2の模様もお届けします。本日のお客様は鉄壁のプリンスこと青選手。トパンガリーグクロス鉄拳7シーズン2で念願の個人戦初優勝を果たしました。もう一人はダブル選手。小学生の頃より始めた鉄拳歴は20年以上。世界屈指の展開の速さからスピードスターとして知られています。あれ、ちょっと俺思ったんですけど、二人ともお揃い？ユニフォームですかそれ？あら、バレちゃいました。青さんってあれ魚群入られてますよね。そうです。僕も8月1日から、プロゲーミングチーム、魚群に所属いたしました。僕も10月1日をもちまして魚群に加わりました。めちゃくちゃ最近だ。うわ、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そのお二人が出場した鉄拳7のリーグ戦、トパンガリーグクロス鉄拳7シーズン2。7本選手制の総当たり戦で行われた決勝 T1 リーグ。予選通過者2名と前回の決勝リーグ出場者6名計8名が優勝をかけて衝いました。青 VS ダブルレディー。青選手とダブル選手は初戦でいきなりの直接対決。衝突からつなぎが高い。一発多いんですよ。やり込んでますよね。2日目終了時点で3勝1敗で4人が並ぶ大混戦に。シーズン3の最終戦は勝った方が優勝となる事実上の決勝戦に。そして組み合わせは前回大会と同じ初代王者現選手 VS 青選手。突き破りたい青。早いアルタイル。青選手が何度もマッチポイントを迎えますが現選手が粘りデュースに。しかし最後は青選手が見事勝利を収めました。前回優勝者を破り青選手が優勝です。結果3人が5勝2敗で並びましたが直接対決を制した青選手が優勝、ダブル選手が2位、現選手が3位となりました。ということで改めまして優勝準優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや、もうすごいわ。すごいかっこいい。本当にかっこいい。もうめちゃくちゃ嬉しいのはすごい嬉しいんですけど、もうほっとした気持ちで本当にいっぱいでしたね。ほっとした気持ち。というのも賞金獲得総額が0円だったんですよ。そう勝てなすぎてそろそろ結果残したいなっていう気持ちがすごく強かったんでめちゃくちゃほっとしました。そして青さんは優勝ということで、超気持ちよかった。言われた思ってたやつでしょ。なんか勝った瞬間ちょっと座り込むようなぐったりしてるみたいなのが印象的でしたね。いやもうやっぱめちゃくちゃ集中してましたし、それこそなんか、普段から練習してるような状態を作ることを心がけて、その手汗専用の拭くためのタオルとか、あとはミンティアとか携帯とか財布とかもういろいろ置きまくって裁断化してたんですよ。家での環境と、はい、もう全く同じにしようっていう。全く同じような感じで、あとまあ裸足になることは。もう家ではそうだもんね。それいいじゃん。ちなみに僕も裸足でしたずっと。裸足っぽいもんな。なんか素直にリラックスしてそうだもんこんな感じで。
僕はその一人でトイレに行ってもうずっと瞑想してました。どうしよう、そんなことしてたんだ。これどうしようかなっこて。れすげえ迷惑なやつだね。トイレ入れないかあ、いやら。でも8個ぐらいやったんであ、そうなん。瞑想して何次の試合に向けてのイメトレはしてましたが、この人に対してはもうこうやって戦おうっていうイメージはすごいしてましたね、一人で。2人とも大会前に話聞いた時すっげえ自信がなかったんですよ。マジで自信なかったです本当になかったですね。もう勝つイメージが全然できなくなっちゃってましたね。でもそれがじゃあ練習を重ねるたびにどんどんって言ってテンション上がってきて。そうですね。なんか俺もう1回勝ったらすぐ調子乗っちゃうんで、あれいけんじゃねえみたいなもうなんか一生0敗の時点でなんかもう勝ちを描き始めれましたね。いい。素晴らしいですね。でも青さんのなんかちょっと自信ないっていうのはなんか予想外ですよね。どのあたりから俺いけるかもっていうテンションになってきました？大会の中で何かヒントを見つけようっていろんな選手の試合を見てそこから取り入れたような気はします。印象に残った試合とか相手とかっていますか？ノビさんが一番きつかったですね、僕的には。そのスティーブ戦に合わせながらキャラもアンナっていうキャラクターを出したんですけど、もう3試合負けちゃってそこからもうカメラも出すしかないなって感じでいかれちゃったんで。このリーグの裏の MVP は俺ノビー選手だと思ってるんですよ。その理由がその青ダブルっていうファーカムラも両方倒してるのに実はノビしかいないんですね。僕7先で2本しか取れなかったですからね。あ、そっか。それ相当だね。めちゃくちゃ強かったっす。見れば分かるほどにそのファーカムラム対策がうまかったんですよね。っていうところでやっぱすごかった印象に残りました。そのゲン選手とデュースになった時どうやってそう焦る気持ちみたいなのを切り替えることができたんですか？ゲン選手がめちゃくちゃ強いのはもう分かってるんで、しかもやっぱ隣見えるんですよ。いや向こうの吐息とかもやっぱ聞こえてくるんで、選手の表情とかを見ながら俺もちゃんとできるなっていう、キャラっていうより心情を探りながら試合を動かしたっていうのが言い方正しいかもしれない。めちゃくちゃかっこいい。今までだったら普通なのにオンラインのね時代を挟んでるからそうか、改めてそれが大事なんですね。経験が出たって感じですかね。そういう意味では。ちょっと青さんって本当今回優勝して、個人優勝の経験初めてじゃないですか？失礼だったらすいません。今までシルバーコレクターだったじゃないですか。2位が異常に多かったですよね。邪念が強かったですね、お金への執着心が。お金への執着心だったの？あ、それでシルバーに行っちゃってたね。いやもうここ勝たなきゃやべえみたいな、もう気持ち入った殺意がある技打ちになっちゃってそれが勝負どころで相手にバレやすくて負けてるシーンをやっぱ動画見返しても何回もあったんで、そういうシーンは。やっぱ自分の欠点は分かってたんで、今回の大会はそういう邪念も消してゲン選手だけを見て試合に集中できる環境づくりをしたなっていうところですかね。ダブル選手ってこれまでローというキャラクター一筋で、今大会ではその新キャラクター青選手と同じくファーカムラもメインに据えたわけですよね。それはそのどういったなんでしょう、心情の変化というか。あまりにも勝てなすぎてもう最終手段に出て僕は勝つためにキャラクターを変えるとそうですいうことですね。はい、やっぱプロとして応援してくれる人ももちろんいるので、ちょっとその期待には絶対に応えたいっていう気持ちはあって。2人ともリロイに苦しめられたけどリロイは使ってないんだよね。でも僕リロイとカムラも2択でした。そうだったんだ。もうどっちでも本当にランクまで全然負けなくて誰にも、これどっちでもいけるなって感覚はあったんですけど、大会でどっちが勝ちやすいかなって考えた時に絶対カムラの勝ちやすいなって思って。それはなんでなんですか？やっぱリロイと使いやすさが違うみたいな感じですか？なんかイメージ的にカムラムはミドルリスクでハイリターンで、リロイはローリスクでミドルリターンなんで。正確に合ってんだ。そうです。青選手は8月から、でダブル選手は10月からプロゲーミングチーム魚群に加入されたということで、その大会での活躍もチーム加入のきっかけとかになったんですか？気になる。僕その練習環境に乏しくて、普段僕が練習してる場所ってチームの寮なんですよ。寮があるの？魚群で寮って言われるとなんかごめん全然違うの想像してたけど普段できない練習とかもそこで缶詰になってできるんで、そこは非常に大きかったですね。逆なんだ。大会での活躍っていうのもあるけれども、入ることによって活躍できたっていうこともあるんだ。
やっぱり去年成績残せたっていうのももちろん大きかったですし、あとは僕のキャラクターがいいっていう風に言われてなんかもうすごいそれが嬉しくて、俺は俺のままでいいんやなみたいな。じゃあここで入ったばっかなんだから、はい、見てる人に向けて意気込み言った方がいいよ。確かに、はい、すいません、あんまり考えてなかった。ふざけんなよ。尺をね今取ってやろうっていう。そういいぞ。僕は絶対に目にとどまる存在になります。ほスターになる努力をします。ドラフトみたいな。はい。やっぱ真剣な姿を見てみんなが感動してくれるようなプレイヤーに真のスターになりたいです。俺のほぼ一緒やんけ俺と。ちげえよ。お前が言うべきことを今言ったんだよ。青さんが言ってくれたんだよ。ありがとうございます。先輩の背中見て。ダブル選手から見て青選手から見てダブル選手のちょっと印象をちょっと聞きたいんですけど。改めてね、チームメイトとしても。そうです。いや昔からなんか生意気なクソガキおるなっていうイメージですね。わかる。ストレート。でも根はいいやつなんで好きですよ、僕は。プレイヤーとしてはどんな？自分の信念にまっすぐなやつなんで、僕も尊敬してはいます。プレイヤーとしては。いいこと言うね。青は多分プロの中で一番オンオフがしっかりしていて、なんかこいつに勝つためにはもうこうっていうのをすごい入念にやっている人で、なんかそこは尊敬しますね。ここまで突き詰めてなんか大会に臨むのはかっこいいなって思います。今そこはって言った。人としては青ってなんか当たり障りなくなんかすごいなんかいいイメージみたいな感じあると思うんですよ。めちゃくちゃ爽やかだし真面目な。そうですよね。超いいイメージあります。でも仲良くなるとなんかすごいうざいんですよね。うざい？どこが？なんか例えばですけど、この間トバンガとか優勝したじゃないですか。でそういうのとかめっちゃマウント取ってくるんですよ。いやー俺のあれよかったなーとか言って。それ君が言っていや違うんですよ、俺じゃないんですよこれ。俺じゃない言ってんじゃなくて。これは信じてくださそうなんだ。い。いやでも本当に俺は好きっす。本当に許せちゃうぐらい。仲良くなったらちょっと違う一面あるよっていう。そうですね。この3人がね鉄板っていう番組やられてるじゃないですか。まさにこの3人でやられてて、どんな番組なんですか鉄板って。僕的にはやっぱりこれからいろんな面白い企画とかをして視聴者を楽しませられるような番組にしていきたいなっていう気持ちは強いですね。でも基本的には鉄拳に関することで番組はしてるって感じですね。企画これやりたいなっていう思いは結構あるんで、これからがやっぱ楽しみになってくるんで、僕自身もワクワクに満ち溢れています。いいな。これからあれなんですよ、鉄拳ってそのシーズンが変わるというか、新しいバージョンがですねなるので、そうなれば結構番組でやれることっていうのもいっぱいあるかなっていうふうに思います。そしたらなんですけど、バンダイナムコ公式の大会がね今後鉄拳のオンラインチャレンジ予定されてますよね。意気込みというか出ますよね。もちろん出られる。もちろんです。自信はありますか？正直に言うとないんですよ。やっぱそうなんだ。始まる前はちょっと自信ない。やっぱ新バージョンとこれからどうやって向き合っていけばいいのかっていうところが今後の僕の課題になってくるんで、自信の方はやっぱそんなないですね。うわー、でもこういう話したらもう2人の戦い見たくなってきた。いやーでも今日はなちょっとこの場所にはさすがに鉄拳ちょっと片付けちゃいましたよね。なんもないもんここ。片付けてないです。本当に鉄拳ありますか？じゃあ2人とも鉄拳のプレー見せてもらってもいいですか？いいですよ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということでここからはエキシビションマッチを行っていきます。青対ダブルという組み合わせ、両者に意気込みを聞いていきましょマジでこいつだけには絶対負けたくないんで、意地でも倒しに行きます。う。意地でも倒す。バチバチよね。マジで勝ちに行きます。はい。ちょっと分からせますわ。もうマジで勝ちます。本当に。どっちなんだこれ。フラグな可能性もある。はい、それでは準備をして始めてください。お互い闘志むき出しの一戦。青選手 vs ダブル選手。そっか、2人とも。そうだそうだ。同じキャラクターを使っております。ファーカムラム。うわー、いかちいな。
まずこの左側の、普通の、ムエタイ衣装に身を包んでいるのが青、そして右側のこの緑色軍服姿がダブルとなっています、壁に運ぶとこのダメージ、ワンコンボで亀梨位置が入れ替わった。今度はダブルが攻め込んでいきます。ここはうまく割り込んで壁に追い詰めているのは青、押し込んでいくのはダブル、押し返していきます。残り少ないと、おお横井戸から奪い取ったぞ、浮かせてレイジ状態なんでレイジアーツ、しかし空振りしている、これがどう響くか。青はあとはダブルを削るだけ、相打ち OK、まずは青、ちょっとダブルのコンボミスが響いてしまいました。2ラウンド目、まずはダブルから前に出ていきます。そしてこの壁際、このファーカムラムはこの攻撃をためるとですね、ガードの上から相手を壁に貼り付けられるという他のキャラにない技を持ってるんですね。それを使ってプレッシャーをお互いかけていっている。これですね、当たってしまうとやばい、ガードしてもやばい、じゃあどうするんだと。しかしここはうまい、ジャンプで回避してダブルが今度はできるか、できている、レイジアーツ、レイジ状態からしか出せない技でフィニッシュ。さっきのミスを修正しましたね。しましたね。でマスター結局、はい、当たったらやばい、ガードしてもやばい、どうすんの？終わってます。終わっちゃうんだ。一応このファーカムラの返し技があるんですね。相手のパンチ攻撃を受け止めたりっていうところをうまく使って対処したいところですね。大陸さんほとんど五分、ここは反撃、青がペースを握る、有利から有利、そして壁に追い詰めていきます。あと一撃、モンスターテイル下段を削った青がリーチ、ダブルどうする。トパンガリーグでもこの試合青が勝っているんです、ダブルとしてはまたとないリベンジの機会になりますが、確かにプレッシャーをかけるの青、壁際に追い詰めて連携、壁から剥がすことにはできなかったが体力差も大幅についている有利な状況を繰り返して青があとは削るだけだ、どうする。ダブルの前に出るか、ダブルで割り込んだ、割り込み、気持ち悪いこいつ、勝者青おめでとうございます。マジ同士のぶつかり合いね。それでは戦いを終えた両名に感想を聞いていきたいと思います。やっぱりちょっと鉄管工っていう上段の技があるんですけど、あれを空振りさせてしまってそれにスカ取られて最大で返されたところが自分的には一番の決め手でしたね。あれがちょっと精神的に前に出づらくなりました、あれで。なるほど。やっぱダブル選手の試合はかなり分析できてるんで、そこが一番生きたかなって思います。そうですね、青の方はやっぱり攻めをうまく展開できていたっていうところが大きなポイントになったのかなと思っていて、ちょっとダブル側が技が出しづらくなったところに青は結構自分の動き、それらを繰り出して自分のペースを握りながら、ガードで固まったところを下段攻撃を打ったりとか壁を生かして攻め込んだりということができていたのが、青の方がその攻める回数が多かったことが勝利につながったのかなというふうに思いました。ファーカムラム is number one, I'm number one。いやすごいキャラ変えてきたね。どっちもフォアカムラムなんだけどね。イズナンバーワンだった。はい。皆さんこんにちは。ソウルキャリバー6の公式オンライン大会ソウルキャリバーオンラインチャレンジジャパンが開催されました。コロナウイルスの影響で中止となった公式世界大会ソウルキャリバーワールドツアー2020の代わりともいえる大会、10月から11月にかけて日本、アメリカ、ヨーロッパと3つの地域で実施されます。エクリプスグライフがガードクラッシュして KO、 その皮切りとなる日本大会、オープンエントリーでおよそ90名が参加。選手の得意技空振りに対してのザ・スピラーオブマットネス、フォロー効いたこっちのシーンで活躍するトッププレイヤーたちも多数出場。久々の大会の雰囲気を楽しんでいるようでした。先日番組にご出演いただいたタモネギ選手も参加、健闘を見せますが惜しくも9位タイという結果に。そして決勝戦、この2人か。ウィナーズサイドを勝ち進んだのは
ソウルキャリバーシリーズきっての強豪プレイヤーとして知られるジャシン選手。槍のリーチを生かして接近を止めます。ルーザーズサイドから優勝を狙うのはユットト選手。世界大会優勝経験を誇る若きトッププレイヤーです。飛び込んできた。キャンセルから様子を見たが、さあソウルキャリバー3試合選手の決勝戦、ジャパンラウンドグランドファイナルです。序盤からユットト選手が優勢に進め3本連取、リセットに成功します。3本連取した。ありがとうエクスタシー。ユットト選手、ジャシン選手の闇の衣を剥がしていきます。さあお互いフルゲージでそして勢いに乗るユットト選手がマッチポイントを迎えますが、ダブルインパクト。今回はどう返しつつ、ここのダメージ先に取れて、槍で剣レガリアゲットして美味しいですね。投げが通る。そして橋を背負したところでソウルチャージ、ここで決めに行きたいが、真ん中まで帰ってきました。これうまい。ユットとボルドもゲージが2本ある。ソウルチャージもうわずかだが一気に来た。前に出てくる。ランクがリーサルヒット。3対1。優勝はユットト選手、見事な勝利でした。おめでとうございます。ありがとうございます。使い方うまいですね。素晴らしい。そういうこと。さらにシークレットゲストとして登場したファイナルボスデイチ選手とのスペシャルマッチが鮮やかな逆転劇で、この試合もユットト選手が勝利しました。怒り爆発を使うチャンスが。大会っていいものですね。久々でしたもんね。ソウルキャリバーをずっとこうやってね、愛して遊んでいただいて、自分としても本当に嬉しいなというところですね。久々となる公式大会、どの選手も生き生きとプレーしていましたね。ユットト選手、優勝おめでとう。はい、本日も閉店のお時間となりました。いつかちゃん、感想お願いします。すごい仲がいいのも知れましたし、最後の試合の前の煽り合いが私は個人的にすごく好きでした、ありがとうございました。やっぱ同じねプロゲーミングチーム魚群のお二人ということで、ダブルさんこれからのびのびとやってほしいし、そんなダブルさんをのびのびとさせないように青さんには頑張ってもらいたいなと思いますじゃあ青選手にも聞いていきましょう。お願いします。またこうやって皆さんとさまざまな話ができてすごい楽しいです。またこれからそのトパンガリーグとかで頑張って結果を残してまたこの場に来れるようにこれからも頑張っていくので応援よろしくお願いいたします。素晴らしい。なんか自分の中で悩んでいたんですけど、やっぱトパンガリーグで準優勝できてこういう楽しく会話できたのをすごく嬉しく思いますし、あと魚群の加入ができたっていうのもちゃんとこの場で言えたことはすごい嬉しかったです。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、今宵の過激喫茶ハメ順は、お客様青選手とダブル選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回はストリートファイター5チャンピオンエディション、ネモ選手と藤村選手が登場。三つどもえ戦もお楽しみに。